ORX-005 ギャプラン。ギャプランは高高度迎撃及び戦闘用に開発された可変モビルアーマーである。この機体は変形することでモビルアーマー的な高い加速性能と対モビルスーツ用の近接戦闘能力という相反する能力を併せ持つことに成功している。モビルアーマー形態時には各部のスラスターのベクトルが機体後方に集中し、これによって圧倒的な推力を得ることができる。本来は宇宙用に開発された機体だが、大気圏内での運用も可能。ただし空力特性は考慮せずに熱核ロケットエンジンの大推力で飛行しているため、飛行可能時間はアッシュマーに劣る。その欠点を補う目的で大型ブースターも開発されており、これを装備することで飛行可能時間を延長できるほか、高高度迎撃機としての運用も可能になる。ただし普通のパイロットでは急激な方向転換などの際に発生する複雑な G に耐えられないことが判明した。そのためテストパイロットには身体的生理的に高い対 G 能力を持つ強化人間であるロザミア・バダムが登場し、数度にわたり出撃している。というわけで、どうも夏バテ気味のプラシキです。本日は機動戦士ゼータガンダムに登場する可変モビルスーツのギャプランを作っていきたいと思います。発売日は2003年11月、販売価格は2420円となっています。今回は青いバンダイではなく赤いバンダイのマークのギャプランとなっています。さあ、今月の機動戦士ゼータガンダムの可変モビルスーツシリーズ第4弾ですね。アッシュマー、ハンブラビ、ガブスレイに続いて第4弾目のギャプランとなっています。ずっと積んでいた赤版のギャプランは中身大丈夫なんでしょうか。 ABS なんかがボロボロになってないことを祈って開封をしていきたいと思います。それでは早速内容物チェックに行きたいと思います。内袋は5袋となっていました。ランナー広げてみたんですが、ランナー数このような感じのランナー数となっています。前回のガブスレイに比べるとかなりランナー数は多い方ではないでしょうか。約倍ぐらいありますね。ランナーをチェックしていきたいと思います。こちら A ランナー、スラスターの数がとんでもないことになってますね。ディテールなんかは結構控えめな印象でした。そしてこちらが専用のブースター、ものすごく大きいですね。手のひらより大きかったですね、こちらのパーツ。そしてこちらのパーツ、少し今回のギャプランのキット、引け目が目立つような感じでしたね。平面が多いのもあるのかもしれないんですが、全体的にちょっと引け目が目立つような作りになっていました。こちらが外装パーツ関係ですね。そしてこちらは ABS 素材のランナーとなっています。今回すべて新規のギャプランのランナーになっていました。で、専用のディスプレイベース、ポリキャップは PC116 のポリキャップですね。そしてホイールシールがシンプルなものが付属しています。説明書を見ていきたいと思います。カラーと白黒の見開きタイプの説明書。前回のガブスレイに近い説明書になっているのかなという印象でした。工程数が全部で24工程ですね。そこまでがっつり多いわけではありませんでした。裏面もこのような感じになっています。余剰パーツは全て新規ランナーのためないですね。ポリキャップに一部出るようになっていました。数はご覧の通り、このような感じのパーツ数となっています。さあ、それでは早速胴体パーツから組み立てていきたいと思います。こちらギャプランも胴体のパーツ結構独特な形をしていますね。このような感じのパーツ構成、結構分割されてパーツが分かれて稼働するような作りとなっていました。色分けなんかこの辺り、そうですね、黄色のパーツなんかも色分けはされています。細かい部分に関してはもちろん色分けシールで補うような形にはなっているんですが、ある程度の色分けはされているといった印象でした。このような感じで結構各箇所がスライドするギミックだったり動くようにできていました。そして合わせ目はどうしてもこのような感じでバックパック部分などは出てしまいますね。はめ合わせのため合わせ目が出やすい構造となっていました。それ以外の箇所については合わせ目目立たないような作りとなっています。なかなか独特な尖った胴体になっていますね。続いて腰部パーツを見ていきたいと思います。腰部パーツもパーツ結構細かく作られていました。それぞれポリキャップでのジョイントになっていて稼働するような感じになっていますね。フロントのスカートも動くようになっています。この辺りスラスターは色分けですね。そしてはめ合わせでサイドスカートもポリキャップで接続。そして前後のスカート部分が独立をしています。フロント部分このような感じの作りになっていますね。裏打ちなんかはないようにできていました。そしてこの位置は
ポリキャップの位置が動くので可動のギミックがついています。このように前後の腰部パーツが別々の構成になっているのはなかなか珍しいんじゃないでしょうか。合わせ目、このフロントの位置にはめ合わせのため合わせ目が出るようになっていました。リアスカートの部分が可動と上のジョイントの軸の部分が可動するようなギミックが搭載をされています。続いて頭部パーツ見ていきたいと思います。こちら物合いシールで補うんですが、少しシワが寄るので塗った方が綺麗に見えるかもしれないですね。それ以外の部分は簡単な作りとはなっていましたが、パーツ分割されている部分がこのように色分けをされているような状態になっています。結構独特な頭部してますよね。このような感じの作りになっていて、合わせ目は基本出ないような作りとなっていますが、塗り分け少し必要なのかなといった印象でした。裏面もこのようになっています。そして頭部、この赤い部分がこのように動くギミックが搭載です。続いて腕部パーツ見ていきたいと思います。腕部パーツもはめ合わせなどが多いですね。なので合わせ目が結構がっつりと出てしまう作りとなっていました。この辺りはやはり昔のキットなので、あまりその辺りは期待しない方がいいのかなという感じはするんですが、肩アーマーなども結構合わせ目が出るようになっていましたね。作りとしてはもうほぼポリキャップでのジョイントとなっています。このマニピュレーターも独特なマニピュレーターをしていますね。ボールジョイントでの接続となっています。腕部、このような感じになっていました。合わせ目はやはりがっつりと出てしまいますね。この前腕部と肩アーマー部分ですね。続いて脚部パーツ見ていきたいと思います。スラスター、この位置も色分けはされています。ただスラスター、これ内部塗らなきゃいけないので塗り分けは必要ですね。そして合わせ目に関してはこちらも同じようにはめ合わせのパーツが多いためがっつりと出てしまうといった感じになっていました。少し色分けで再現されていますね。結構この辺り色塗り分けするとかっこよく締まる感じの脚部になるんじゃないでしょうか。このような感じで太ももとふくらはぎ部分とそしてすねの部分なんかにかなり大きい合わせ目が出てしまいますね。合わせ目消し少し大変かもしれないですね。このような感じの膝の内部になっています。少し空洞が目立つかなといった感じでした。足裏は肉抜きはないですね。このように合わせ目がかかとの部分などにも出てしまうといった感じになっていました。続いてギャプランの特徴的なムーバブルシールドバインダーを作っていきたいと思います。こちら結構シンプルな作りとなっていました。このような感じでパーツ分割はされているんですが、基本的に全体シンプルな構成ですね。このような作りとなっています。裏面なんかも非常にシンプルな作りですね。そしてスラスターは色分けをされています。このようにスライドのギミックが搭載をされていて、持ち手部分もこのように動くようにできています。ただこのやはり引け目が少し大きいですね。平面が多いので仕方がないところなんですが、続いて専用のブースター見ていきたいと思います。かなり大きいですね。モナカ構造になっているので合わせ目はがっつりと出てしまうんですが、スラスター位置などのこの部分は色分けがされているような作りとなっていました。それぞれこのウィングの部分なんかも別パーツでの構成となっています。このようなかなり大型のブースターですね。合わせ目前後にがっつりと出るような感じになっているんですが、こちらのブースターかなり大迫力です。本体のギャプランよりも大きいブースターとなっていますね。この位置、スライドのギミックが搭載をされていました。このように前後にスライドをするようにできています。かなり大きいですね。この辺り色分け必要ですね。シールで補うことも可能になっていました。そして一番後方の部分にこのようにスタンドを取り付けることができる穴が開いていました。続いて非常にシンプルなビームサーベル。このようにエフェクトついてないので、ビーム刃の部分は塗り分けが必要になってくるかと思います。そしてこちらが専用のスタンドになっています。本体との接続部分が動かないので、なかなか動きがつけづらいのかなといった印象でした。裏面も非常にシンプルな作りとなっています。さあ、それではパーツ出揃いましたので、お楽しみの取り付けに行ってみたいと思います。まず脚部、ボールジョイントでのポリキャップでの接続となっていました。このような感じの脚部になっています。足開く動作はそこまで広げられないですね、横には。前後へは結構大きく開くようにできていました。膝の部分もそうですね、この位置までしか曲がらないようになっています。そして足首はある程度自由に動くようにできていました。可変器なのでこの辺りは結構動くようにできてましたね。
そしてこのつま先の部分もしっかりと動くようにできています。そして上半身ですが、この位置軸でのポリキャップジョイントとなっていました。上半身このような感じですね。そして可動域に関しては、この軸の付け根の部分が結構動くので、可動域自体は非常に広いですね。そしてこのように上腕部360度回転します。前腕部は動かないですね。そしてこの肘の部分もこの位置まで可動域が設けられていました。モニピュレーターは360度ですね。これよく見ると逆なんですよね。腕左右逆につけてます。後で修正します。そして頭部ですが、もうほぼ動かないと言ってもいいですね。前後上下が少し動くかなといった感じになっていました。左右も少し触れる程度になっています。こんな感じですね。あまり動きがないですね。そしてこちら、前に出す動作は結構広めの可動域となっていました。続いて腰部、このようにポリキャップで後ろの部分を取り付けます。そしてこの軸の部分に前の腰の腰部の位置のパーツを取り付けるといった形の作りになっていました。このような形で保持するような状態ですね。こんな感じの上半身との接続となっています。もう胴体に関しては全く動かないです。左右前後動かないですね。ムーバブルシールドバインダーですが、ポリキャップで両側に接続といった感じになっています。手が逆なのがものすごい気になりますね。こちら後で修正入ります。ムーバブルシールドバインダーも腕部のこちらの軸でポリキャップジョイントとなっているので、ある程度の可動域は確保されていました。ここでやっと左右のマニピュレーターが逆なのに気づきました。このように持つことも可能になっています。そして専用ブースターですが、この腰部の下部の位置に差し込んで、こちらのブースターの位置を腰部の後ろのパーツに差し込むような感じですね。結構大きいので、こう動かすときに下の差し込み口がちょっと取れちゃうんですよね。そしてこの専用ディスプレイの台座に接続をすればブースター完了です。このようにつけてしまえば結構がっちりと保持はされるような感じになっていました。後ろの部分にこのスタンドをつければディスプレイ完成ですね。そしてモビルアーマー形態変形見ていきたいと思います。まずこの位置をスライドで動かします。そしてこのバックパック位置、そして前方の胸アーマーを上に広げます。そして腰部のこのジョイントされている部分を少し外し、後ろのパーツを取り上げるとこのように前に動くようになるので、この位置を胸部アーマーと接続をします。そしてこの後ろの軸の部分を穴に差し込んでしまえば下半身とのドッキングが可能となっています。結構この辺りがっちりとつけるようにできていました。そしてこの後足の部分をこのようにつま先を伸ばした状態に広げていきます。このような感じになりますね。そして頭部をこのように下げてムーバブルシールドバインダーを逆向きに取り付けをします。このような形でムーバブルシールドバインダーをスライドで伸ばします。そして胴体部分に接続し、このように肩アーマーで軸の部分が隠れるような感じになっていますね。これでモビルアーマー形態完成となりました。ギャプランらしいかなりスラスターが後ろに後方に出てますね。かっ飛びそうです。このような感じのモビルアーマー形態となっていました。かなりいい出来なんじゃないでしょうか。さあ、ギャプラン完成しました。このような感じのいでたちとなっています。色分けはですね、結構シールで補う部分も多いんですが、パッと見素組みでもこのような感じのプロポーションとなっていました。結構プロポーションはいいんじゃないですかね。そしてちょっとポージングしてみると、ムーバブルシールドバインダーをこのように持たせることもできますし、ビームサーベルをこのように両手に保持することも可能になっています。そしてブースターをつけた状態がこちら。後ろから見るとかなりの大迫力なブースター装着状態となっています。そしてこちらがモビルアーマー形態。この形態やっぱかなり速そうですよね。印象が強いですね。ギャプランといえばといった感じになっていました。こちらにも大型のブースターを接続してディスプレイすることが可能となっています。こちらはかなりでかいんで相当スピード出そうなそんなイメージでした。
身長少しマーク2よりは高いような感じになっていましたね。このような出来となっています。さあ皆さんはこちらのギャプランどのような印象を持たれたでしょうか。それではエンディングいきたいと思います。皆さんいかがだったでしょうか。今回 HGUC144 分の1ギャプランを作った感想ですが、パーツ差し替えなしのモビルアーマー形態がかっこいいキットになっていました。色分けはそこそこされていますが、細かい部分はシールで補ったり塗り分けが必要で、可動域や合わせ目に関しても古いキットなので当然のように出ます。平面パーツが大きい部分が多いので引け目も多く ABS パーツもあるので、塗装される方は下処理などに少し手間がかかるキットかなといった印象を受けました。それ以外に関してはプロポーションもいいし、脚部の膝から下のどっしりとした感じが個人的には好みでした。何よりモビルアーマー形態をそこまで難しくなく差し替えなしで再現できるのと、変形時の保持もしっかりしているのでストレスなく飾ることができそうです。全体的に遊ぶにも飾るにも楽しいキットになっていました。次回はゼータガンダムシリーズのちょっとでかい可変モビルスーツに挑戦するので楽しみに待っててください。それでは今回はこの辺で。初めての方もいつも見てくれている方もご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録などしてもらえるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。